皆さん、こんばんは。三島由紀夫です。今日は一芸に熟達せよ。中途半端な自分から抜け出したいという現代人の甘美な自己啓発ワードを少し乱暴に解体してみましょう。最近の日本、どこへ行っても専門性が大事です。一点突破が成功の鍵ですと、お利口なフレーズが踊っています。SNS では、コーヒー一筋、ガジェット一筋、筋トレ一筋、あるいは副業一筋のインフルエンサー諸君が好きなことで生きていくと豪語しておられる。結構。だが私は少し首をかしげるのです。本当にあなたは一芸に生きているのか、それとも一芸っぽく見せる芸に溺れているだけではないかと。私が申し上げたい一芸とは、フォロワー数や収益化といった数字で測れる器用さのことではありません。己の肉体と時間と人生そのものを刻み込んだ結果として立ち上がる業のことです。もっと言えば、他人から見ると少し狂気じみて見えるほどの変質こそが一芸の始まりです。ところが現代社会は、この狂気をうまくコーティングして、スキル、マーケットバリュー、推し活といった無害な言葉に変換してしまう。毒を抜いた芸など、ただの趣味でしかありません。あなたが本気で中途半端な自分から抜け出したいなら、まず覚悟すべきは、他の多くを捨てることです。何か一つ二熟達するとは、裏返せばつくもの可能性を殺すということですから。もちろん今の日本では、可能性の最大化などという言葉が大好きです。あれもこれもやりながら自分探しを何十年も続けられる。便利で平和でぬるま湯な社会です。しかし、可能性を抱え込んだまま死ぬ人生ほど退屈なものはありません。使われなかった才能は存在しなかったのと同じです。私が文学に、肉体に、そして行動にこだわったのは、美しいものは常に選び取られた偏りからしか生まれないと知っていたからです。器用貧乏のままでは美も強さも物語も手に入らない。あなた方は何でもそこそこできる便利屋としていきたいのか、これはあいつの領分だと一目置かれる異物としていきたいのか、両方は取れません。ここで一つ現代風の一芸ブームを失礼ながらぶった切っておきましょう。多くの人がやっているのは一芸への没頭ではなく一芸ごっこです。毎日ちょっとだけ勉強して今日はこれだけインプットしましたと X に投稿する。週に数回なんとなくアウトプットして継続する自分を褒めてもらう。大変よろしい。ただしそれは努力している自分の演出であって一芸に準じている自分ではありません。本物の熟達とは少々みっともないものです。嫉妬もするし挫折もする。やめたくてたまらない夜が何度も来る。周りからそこまでやらなくてもと笑われ、家族からも理解されず、しかしどうしても離れられない。気がつけばその技に人生の中心を乗っ取られている。そこまで行って初めて一芸と呼ぶ資格が生まれるのです。中途半端な自分から抜け出したいなら、まずみっともない自分と正面から握手してください。背伸びしたプロフィールではなく、現実の能力、現実の怠惰、現実のビビり具合、全部直視した上で、それでも一つだけ徹底的にやると決めること。ここで皆さんがよく誤解なさるポイントをはっきりさせておきます。一芸に熟達することは必ずしも仕事のスキルとイコールではありません。今、冬氷の稼げるスキルのために一芸を選ぶと、十中八九、途中で心が折れます。なぜなら、稼げるかどうかは市場が決めるが、続けられるかどうかはあなたの執着が決めるからです。他人の財布に人生を委ねるほど愚かなことはありません。一芸を選ぶとき、基準はただ一つ。やめようとしてもなかなかやめられないもの。うまくいかなくても、バカにされても、収益ゼロでも気がつくとまた触ってしまう対象。それがあなたと地獄まで付き合ってくれる一芸の候補です。ここで多くの現代人は、そんなもの特にありませんとおっしゃる。その瞬間、あなたは重要な真実を告げている。私の人生にはまだ心底惚れ込んだものがないと。大丈夫です。恥ずかしいことではない。ただ、そのまま年を重ねると、何者にもなれないまま死ぬという静かな地獄が待っています。だからこそ、若いうちに、あるいは気づいた時点で、これは違う、これも違うと、少し残酷な取捨選択を繰り返さねばならない。何十個も、そこそこ得意を増やしてもあなたの核は生まれません。たった一つ、こいつと心中してもいいと思える領域を見つけること。それが本当の意味での自己啓発です。さて、一芸に熟達すると世界が狭くなるのではと不安に思う方も多いでしょう。むしろ逆です。一点を深く掘るほど地元で他の分野とつながっていく。私が文学を掘れば掘るほど演劇に出会い、映画に出会い、
肉体に出会い政治に出会ったように、一つの芸を徹底すると世界は量ではなく密度で広がっていくのです。広く浅く百を知るより深く一つを貫いた方が結果としてはるかに多くの世界と接続されます。では具体的にどうすれば中途半端な自分を脱ぎ捨てられるのか、抽象論ばかりでは退屈でしょうから3つだけ実践的な提案をして締めましょう。第1に、これだけは毎日やるという行を一つ決めること。時間は短くていい。問題は量ではなく絶対に休まないという制約です。私が締め切りを一度も破らなかったように、あなたも自分との契約だけはどんなに惨めな状態でも守る。雨の日も二日酔いの日も失恋した日も、これを1年続ければあなたはもう中途半端ではない。第2に、やめる技術を持つこと。何か一つを極めたいなら他の多くを降りる決断が必要です。惰性で続けている飲み会、惰性で眺めている SNS、惰性で見ている動画、あなたが時間がないと訴えるたびに、あなたのスマホのスクリーンタイムが静かに笑っています。削るべきは才能ではなく浪費です。自分の手で自分の時間を解放しなければ、一芸に人生を注ぎ込むスペースなど永遠に生まれません。第3に、自分の芸のハードルを他人ではなく自分で決めること。比較のための一芸はいずれ腐ります。フォロワー数で一喜一憂し、他人の実績に嫉妬し、トレンドに振り回される。その生き方は一見華やかですが、実は他人にリードを握られた犬と同じです。あなたの一芸は他人を出し抜くためではなく、昨日の自分を笑える基準を更新するために使いなさい。昨日より1行でも多く書いた。昨日より1回でも多く打った。昨日より1ミリでも深く考えた。外からは些細にしか見えないその際こそが10年後、途方もない断絶になります。中途半端な自分を嫌うのは結構ですが、何者かっぽい自分を演出してごまかすのはもうやめにしませんか。一芸に熟達するとは、自分の人生を一つの物語として引き受けるということです。途中で路線変更してもいい。回り道してもいい。ただ、どこかの時点であなたはこう言わねばならない。私はこの道で行くと。その宣言がない限り、あなたの人生は永遠に途中経過のまま終わります。私が最後に身をもって示したかったのは、言葉は肉体によって裏付けられなければならないという非常に単純な真理でした。あなたの一芸も同じです。口先だけでなく、時間と体力と生活習慣という最も現実的な肉体をかけなさい。そこまでやって初めて好きなことで生きていると名乗る権利が生まれるのです。さあ、あなたはいつまで可能性のみで泳いでいるつもりですか？どこか一かところでいい。腰まで泥に浸かり、抜けられなくなるほど深く踏み込む。その泥こそがあなたを中途半端から救い出す唯一の道です。綺麗なまま終わるか、汚れて本物になるか、選ぶのはあなた自身です。